にちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちら。こちらのシェル編みとフォーガ編みをミックスした編み地の、編みすりトップスをご紹介したいと思います。すごく夏にぴったしな夏らしい作品が出来上がったなと思って大満足しています。こちらはですね、キーティのオリジナル糸ブークレ。そしてこの度、新作の糸をまた出すことにしたんですが、そちらの糸を引き揃えて編みました。その糸がですね、こちらのセイサミという糸になります。こんな感じの、なんか遠目で見るとわかるかな？チラチラっと糸が混ざってくるんですが、こちらがすっごい細い芯糸に同系色、例えば黒だったら黒のノットと白のノット。で、ベージュだったらベージュのノットと白のノットが混ざってるっていう、すっごくさりげない添え糸になるんですが、これがすごくいい仕事をしてくれて、なんかもう本当にさりげなくすっごい、元々あった、例えばシンプルな糸だったりとか、見慣れた糸もすごいハッとするほどおしゃれな雰囲気の糸に変えてくれる糸となっております。で、セイサミっていう由来なんですが、なんかもうめっちゃゴマっぽいなと思って、もう単純にゴマをフィンランド語で調べたら、セサミじゃなくてセイサミってことだったので、セイサミっていう風に名付けました。こんな感じ。なので、これは、添え糸シリーズなので、ステイビズミンシリーズのセイサミっていう風になります。ぜひぜひ、可愛い名前なのでたくさん読んでいただけると嬉しいです。そして配色は2色。このシルバー木と、ブラックにベージュ。で、ちょっとこのクリームイエローみたいな縁編みの2色展開でオンラインストアで販売するので、もしよかったら見てみてください。で、編み図も、ダウンロードの編み図も販売をいたします。そちらもぜひご確認こちらの編み図もぜひ、もしよかったら見てみていただけたら嬉しいです。前ボタンにするとこんな感じ。で、今回ちょっと制作上の注意が一つありまして、これ、動画の中では、全部で46段、この肩のサイドネックポイントまで46段で編んでるんですね。ただ、これを編んだ時に、このやっぱ肩紐の部分がやっぱ多少細くはなるので、ちょっと伸びてしまって、私の体に対してちょっとぐっと長くなっちゃったんですね。3段分。で、これは43段で仕上げてます。なので、ただ私背が低くて、ここちょっと短いんですよ。肩からこのバストあたりまでが、ちょっと寸法的に短いので、私のサイズに合わせると多分背が高かったり、普通の身長の方は、なんかここギュッてなっちゃうかと思うので、ある程度パーツをこう編んで、43段なのか42段ぐらいまで編んでみて、一回こう合わせて体に、ちょっとここも伸びることも想定して合わせていただいて、例えば、私44段だなとか、45段だな、46段欲しいなとか、ご自身で体に合わせて調整していただいて最後仕上げていただくのがいいかなと思ってます。で、もし編んじゃった場合、全部編んじゃって着てみて、やっぱ長いってなった場合は、私これ全部編んで、この縁も全部編んだ後に、やっぱ長いってなったので、そこ全部バツッと切って作り直しております。その時の作り直し方というか、そんな難しいこと、大したことはしないんですけど、一応それも動画にして撮ってるので、そちらも参考にしていただければと思います。ちょっと脱いでみたんですが、こんな感じの編み地になります。ブークレイトの中にこのチラチラとセイサミが混ざってきてます。で、デザインとしてはこんな感じ、前で後ろ。で、前の襟ぐりの前と後ろは同じ形にしてるので、前後2ウェイで前をボタンにしても、ちょっとね、胸元気持ちチラッと開けたりとかしても着れるようなデザインに2ウェイで着れるので、いいかなと思っております。で、この縁にパピーさんのアラビスっていうテープヤン使ったんですが、これがすっごい私お気に入りの糸で、すごいツヤがありつつマットな質感のテープヤンっていう、この真っ白もめちゃめちゃ可愛い。こんな感じの配色で作りました。ということでですね、オンラインストアの方で、キット、編み図、そしてこのセイサミの糸も単品も販売しているので、ぜひぜひ使っていただけたら嬉しいです。いろんなお手持ちの糸に合わせて、鮮度をこうね、上げて、また編みたいって思う気持ちを復活させていただけると嬉しいなと思っております。はい。それではですね、編み始める前に概要欄に糸の詳細、道具に使ったチャプターなどなど記載しますので、もしよかったら見てみてください。それでは早速、編んでいくぞー。
本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティーキーティーキーティーのオリジナル糸ブークレ。こちらはセーラーブルーです。で、もう一個。こちら、新作の糸。こういうつぶつぶが、つぶつぶのノットが入ってる糸ですね。基本引き揃えに使う用の糸として販売をします。これだけで編んでもすごく可愛いと思います。そして使用するかぎ針はこちらの6号針。そしてこれがシルバー木で編んだ編み地。この2種類ですね。使って編んだ編み地。こちらで仕上げをしつつ、こちらで編み方の説明をしていきます。実際は160目ですが、一旦ちょっと私は半分の80目を編みました。実際作るときは160目編んでください。説明のためにちょっとちっちゃめにしています。そしたらこの今編んだ鎖を輪にします。この鎖がくるくるとねじれないように注意して1目めを持ちます。そして1目めに針を入れて、ここに引き抜き編みをしてこんな風に輪にします。編んでいきます。立ち上がり鎖3目でもう1目で針に糸をかけて1目飛ばして長編みます。そしたら2目飛ばして次の目に長編みを5目はい、そしたら作り目を2目飛ばして次の目に長編みを編みます。で、鎖1目編んで1目飛ばして長編み、1目飛ばして長編み。この長編み5目とこの長編み鎖長編み鎖長編みを繰り返します。2目飛ばして長編み5目。で2目飛ばして長編み鎖1目長編み鎖1目はい、こんな風に編んでいきます。そしたら1段目が編めました。立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れてここ引き抜きます。そうすると1段目が閉じられます。それでは2段目編んでいきます。立ち上がり鎖3目を編んだら先ほど引き抜き編みをした3目目に長編みを2目編みます。そしてここの5目の右端に長編み鎖1目飛ばして真ん中に長編み鎖1目で一番左の長編み長編みを編む。で次はこの 1,2,3 目長編みがあるとこの真ん中にこの長編み5目を編むという風に編みます。でこの2段を繰り返していくと模様ができるという結構シンプルな柄になっています。そして次はこの真ん中の長編みに長編みを5目編む。
で、また長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編み。こんな風にこの方眼編みの部分とシェルの部分が交互に編まれていく模様になってます。ここまではこの筒状に編んできたんですが、ここから上の部分は平編みで編んでいって、この前側と後ろ側で別々に編んでいきます。で、前側はもうずっと続きで襟ぐりから肩まで編んでいくんですが、後ろ側は真ん中にスリットを入れてボタンをつけて頭を入れたりとか、基本的に前後2ウェイでも着れるので、前側にボタンのアクセントをつけたりみたいな感じにしたいと思います。それでは編んでいきます。今ここ26段目編み終わってるところで、ここからですね、図編んでいくと、ここの長編み鎖長編み鎖長編みのこの真ん中の長編みからこのラインがアームホールのラインが始まります。なのでここまで引き抜き編みで移動します。こんな感じでいろんなやり方があるとは思うんですが、この私は鎖1本を向こう側1本拾ってこんな感じで拾っていきます。で、最後編み始めたいところはもうこの鎖、長編みの頭の鎖を拾って引き抜く、こんな感じになります。はい。そしたら、ここから上も基本的にはここと同じ柄を編んでいきます。で、このアームホールのこの左右で減らし目をしていくという仕組みです。1、2、3目鎖編みを編む。で、前段の模様に従って模様を編んでいきます。で、減らし方は編み図にアームホール左右すべて記載があるので、例えば鎖2目だったら2目編んだりとか、次の段でどこに編み入れるとかは編み図を見ていただけるといいかなと思います。こんな感じで減らしていきます。指示された、ここまで編みました。そしたら最後は長編みを編み、長編みを図案の指示の位置に編み入れて2目一度で減らす。これでグッと脇のスタートのアームホールの位置がですね、グッと入ったのがわかるかと思います。このペースで前身ごろ編んでいきます。こんな感じで38段目まで編み終わりました。そしたら39段目以降はこちら側の肩の部分を編みます。で、こっち、この今で言うと右側、続けて編み終わったら糸をカットして指定の位置に糸をつけてまた編んでいくという風に編みます。39段目、図案通りに編んでいきます。こんな感じで編みました。そしたら編み地をひっくり返してまた指示通りに編んでいきます。図案でいう後ろ身ごろのこの右側が完成しました。そうしたらこの長編みをここ編み入れられているとこ同じ目に針を入れてこっち側を編み始めていきます。で、ここからパカッとスリットが入ってるように、仕上げます。糸をつけてギュッと。で、ここから図案通りに編んでいく。そしてこちら側編むときこの、段数で言うと28、29と33、39、8、37段目。ここにボタンループつけます。
立ち上がる時に鎖2目編んで、鎖4目のピコット、もう1目鎖編む。で、長編みを編んでっていう風に編んで、この3箇所にループをつけます。それでは編んでみます。1、2目編む。で、1、2、3、4目鎖編んで、この2目目に針を入れたいと思います。で、ここでギュッと引き抜いて、で、もう1目。で、ここにボタンを通します。で、前段の長編みに長編みというやり方でループを作ります。こんな感じで編み終わって肩を上げました、片方。で、これが後ろで、後ほどここにボタンをつけます。前はシンプル。それでは肩剥ぎます。この余ってる糸に糸で編みます。針に糸を通します。そしたら今中が裏で外側が表なんですけど、こんな風に内側が表になるように合わせます。そしてこの一番端っこからとじ針で閉じていきたいと思います。一番端はこんな感じでちょっとくるっと1回転させる。で、これ以降はこの内側前段のというかこの一番最後の段の目の内側1本ずつをこんな感じで拾いながらかがっていきます。で、全部閉じたら糸はこんな感じでしまう。で、チョキンと切って、で、こっち側もう一本反対側の余ってる糸も綺麗に始末。この時になんかちょっとこうくるっと通してあげると両端綺麗になります。で、この辺のこうやってくるくるっと糸始末。これで身ごろの本体部分が完成です。それではですね、アームホールの飾り編んでいきます。こんな風に細編み、間鎖3目、細編み鎖3目でちっちゃいフリルを編みます。内側なんですけど、ぐるっとで細編みを120目編んでます。なので半分で60目で、細編み1目で間に3目、細編み1目で間に3目、それを繰り返しています。それでは編んでいきます。糸をつけて細編みで1、2、3目鎖編みで、次の目の上の鎖1本拾ってます。1、2、3目で、ここなんですが、なんか厳密にすごい均等に編んでるっていうよりかは、なんとなく細編み1目分ぐらいのところにこんな感じで編んでます。多少今先ほどぐるりで120目ってお伝えしたんですけど、多少前後してもそんなに問題はない。ただこの山がペタって平らになるぐらいなんか細編みと細編みが離れるとフリル感はなくなっちゃうので、だいたい1目分ぐらいにところに離れて細編みを編むみたいな感じ。で、針は4号針を使ってます。こんな感じでアームホール編み終わったんですが、すっごく残念なことにここが細いのでちょっと伸びちゃったみたいで、重さでちょっと体に合わせてみたりしたんですけど、ちょっとこ
こが長くなってて、私は3段分ずつ削ろうと思います。で、一応今この段階でオープニングでもこのことをお伝えして、一応図案は46段で作って、皆様図案にも記載をしますが、皆様そのご自身のお体に合わせてここの長さは調整していただけたらと思います。基本的にこのパーツが編み上がった時点で一回体に合わせるといいかなと思ってるんですが、私がちょっと背が低いのと、ここが、バスト、肩からバストまでの位置が若干短めなので、身長の分。それでちょっと長いのかなって思う部分もあるのですが、ちょっと皆様ご自身に合わせて調整していただけたらと思います。そしたら、このフリルはこういう風に編んでいってるんですね。なので、チョキンとカットしてピロ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 とほどきたいなと思ってます。で、この肩の部分もほどいて縮めた時に、ここをこの白い糸を残しておいて、こことつなげるっていう風にして修正。またここ全部編むの大変なので修正したいと思います。なので、だいたいこの辺かな。チョキンと切ります。もう糸をつなげたくないよとか、つなげたくないよって方は、もう全部ほどいて綺麗に編み直すでもいいかと。一応その最初に説明はするので、これを見ている皆様はもうこうなる前にパーツの段階で長さを確認していただけてればと思うのですが、こういう技は何かあった時に使えるので、こんな感じで反対側はちょっと糸をほどいていって、こっちも多少残しておかないと糸始末ができないので、くらいかな。こんな感じで縁をほどきました。この肩の部分はもうちょきっといっちゃいます。悲しい。で、ここから3段ほどいていきます。はい、ほどけました。ほどけたので、またここを同じように剥ぎ合わせていきます。無事に短くなりました。はい、それでは裾を拾って編んでいきます。この薄いところが身ごろ側で、この濃い方が裾の柄となっております。で、この身ごろ筒に編んだ時のこの立ち上がりの部分、ここから糸をつけて編んでいきます。立ち上がり鎖3目を編んだら鎖1目飛ばして次の目に長編み長編み鎖2目長編み長編みで、また鎖2目飛ばす。で、また同じ模様3目で1模様となっております。で、使用するかぎ針は4号針をこちらも使用していきます。4号針使います。ここですね、ちょうどここに当たります。なのでここに糸をつけて、1、2、3目で立ち上がります。そして1目飛ばすと、この長編みの目、ここに
長編み2目、鎖2目、長編み2目編みます。そして2目飛ばすと次はこの長編みを5目編み入れた場所で、次はここ。こんな感じで模様を編んでいきます。で、前段が鎖になるところでも鎖を割って編みたいと思います。身ごろ側の方が糸が太いので、なるべく拾う場所は細い方が綺麗に裾は編めるかなと思います。裾も編み終わりました。それではボタンをつけていきます。ここと、ここかな。こんな感じでボタンをつけます。ちなみにボタンは、13ミリのものを使用しています。ボタンつきました。こんな感じでボタンを留めます。それでは最後にネームをつけます。この左脇ですね、こっち。ボタンを一応後ろとするので、この左側の脇側につけていきます。こんな感じ。ネームがついたら完成です。重さです。212g。ブークレが約5玉、174g で、この黒いつぶつぶの糸、こちらが 34g で、縁に使ったアラビス 8g ほど使ったので、ブークレが5玉、このつぶつぶはだいたい1玉で、アラビスも1玉で完成です。はい、サイズ測ります。身幅が40、着丈がフリルまで入れて47センチとなっております。いかがだったでしょうか。ブークレとセイサミで編む夏のアメスリトップス、ぜひぜひ編んでいただけたら嬉しいです。で、この編み地とこのバッグなんかもろもろ可愛いのでバッグもできないかななんて思ったりしております。ぜひぜひ期待して待っていてください。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。KTKTKT の書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。